ペロブスカイト太陽電池がエネルギー革命を起こす。軽くて安い次世代技術の全貌に迫ります。ペロブスカイト太陽電池はついに実用化の段階に入りました。軽さは従来製品の10分の1にもかかわらず、製造コストは半額以下の画期的な技術が日本の企業によって実用化されようとしています。2040年には原発20基分の発電量を賄うという政府目標も発表される中、この技術が私たちの生活にどのような変化をもたらすのか、最新の開発動向から実用化の課題まで徹底解説していきます。衝撃の新技術、ペロブスカイト太陽電池とは。ペロブスカイト太陽電池についてお話しする前に、従来製品であるシリコン系太陽電池について少し解説します。シリコン系太陽電池は現在最も広く利用されている太陽光パネルの種類であり、素材にシリコンを使用していることが特徴です。一般的に太陽光パネルと言われて想像するものは、このシリコン系太陽パネルだと考えても良いでしょう。素材のシリコンはスマホやガラスにも使用されており、硬くて重いのが特徴です。また、製造の工程で1400度以上の高温で焼き固めるため、柔軟性はなく、曲げると割れてしまいます。さて、ここからは本題のペロブスカイト太陽電池について解説します。ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイト構造という特殊な結晶構造を持った材料で作成した太陽電池です。この材料は液体に溶ける性質があり、フィルム状に加工することが可能です。シリコン系太陽電池にはない、ビルの壁面や曲面にも貼り付けられる柔軟性を備えています。さらに、薄さはわずか1ミリ、重さは1平方メートルあたり約1キロという軽量化に成功しました。製造工程が簡単であるのも特徴で、従来製品と違い、印刷技術に近い方法で製造することができます。超高温で素材を溶かす必要もないため、特別な装置なしで大量生産が可能です。性能面では、電気の変換効率がここ数年で急激に向上し、2024年時点で 26.7% を記録しています。理論上は 66% まで高められる可能性を秘めていると言われており、今後の進展が期待されます。従来技術を圧倒、3つの革命的なメリット。まず驚くべきは製造プロセスでしょう。従来のシリコン系太陽電池の製造プロセスよりも簡素化されており、印刷するように製造することができます。製造設備のコストと素材が従来よりも安価であることも含め、シリコン系太陽電池の10分の1程度のコストで製造することができます。シリコン系太陽電池の材料であるレアメタルを使わずに国内調達可能な要素を主原料としている点も強みです。レアメタルは中国が世界シェアの7割を握っているため、安全保障面での懸念がありました。要素であれば、日本が世界シェアの3割を握る世界2位の生産国であるため、国内企業への経済的な好影響も期待できそうですね。次に、設置場所の自由度の高さです。ビルのガラス窓や曲面屋根、さらには車のボディへの設置も現実味を帯びてきています。東京都心の超高層ビルに導入すれば、ビル単体で電力の自給が可能になる試算もされているほか、車の航続距離の延長、災害時の即席発電装置としての活用も検討されています。3つ目の利点は、環境適応性の高さです。ペロブスカイト太陽電池は、曇りや朝夕の弱い光でも、高い発電効率を維持することができます。従来のシリコン系太陽電池での発電は、10万ルクス程度の高い照度がなければ発電することができませんでした。対してペロブスカイト太陽電池は、200から1000ルクスの低い照度でも発電することができます。例えると、スマホの画面程度の明るさから、コンビニ店内の明るさで発電することが可能です。従来製品では難しかった場所や地域での導入が可能になりそうですね。また、室内で発電することで電気代が安くなり、お財布にもエコな未来を期待しています。実用化目前、最新開発状況と課題。実は2025年は
ペロブスカイト太陽電池の量産元年と言われています。日本企業では、積水化学工業が大阪に100メガワット規模の生産ラインを建設し、2027年の稼働を目指しています。また、キヤノンは耐久性を高める保護材を開発、量産を計画するなど、実用化に向けた動きが活発になってきています。すでに大阪万博会場でバスターミナルの屋根にも採用され、実証実験も予定されているんですよ。実用化が目前に迫っているペロブスカイト太陽電池ですが、課題も残されています。最大のネックは耐久性で、自然エネルギー財団によると、2024年時点では寿命が10年程度であり、25年から30年程度の寿命を有するシリコン系太陽電池よりも短命です。ただし、2025年から2030年の間に、20年相当の耐久性を実現することが期待されているため、近い将来解決される可能性がありそうです。また、鉛を使用している点も問題視されており、無塩化の研究が国内外で進められています。継続して開発を進めていますが、2025年2月時点では完全な解決には至っていません。鉛が使用されていることにより、環境汚染のリスクや使用規制の課題、廃棄やリサイクルの複雑化などが問題となる可能性があります。こちらは今後の開発に期待ですね。日本企業の最新動向。積水化学工業、証券コード4204。フェルム型ペロブスカイト太陽電池のパイオニアであり、数多くの実証実験を進めています。同社は独自技術であるロール2ロール生産により、ペロブスカイト太陽電池の製造中から始まる品質劣化などの弱点を克服しています。2024年12月には、事業への取り組みに対する熱意を評価され、日本政府から約1500億円の補助金を受け、大規模量産化に着手しています。2027年までに年産100メガワットの生産体制の構築を目指しており、海外展開も視野に今後も段階的な投資を行う予定とのことです。パナソニックホールディングス、証券コード6752。同社は、建材一体型のペロブスカイト太陽電池を開発しており、当初予定していた事業計画を早めるなど、本格的に参入を進めています。建材ガラスの間にペロブスカイト太陽電池を挟むことで、建築物の外観を壊すことなく、発電できるようにしました。2026年には住宅用製品として販売を開始する予定です。ガラスで挟むことで耐久性が向上しているほか、変換効率は 18.1% であり、実用サイズでは世界最高レベルとなっています。キヤノン、証券コード7751。同社は、ペロブスカイト太陽電池の課題と言われていた耐久性を独自開発の素材で飛躍的に向上させることに成功しました。ペロブスカイト太陽電池は複数の層で構成されており、その一つであるペロブスカイト層と呼ばれる発電層は、大気中の水分や酸素などからの影響を受けやすく、耐久性が低いことが課題となっていました。また、課題として挙げられている鉛の使用についても、東院横浜大学と共同で無塩化技術を開発中のため、今後の動向も見逃せません。伊勢化学工業株式会社、証券コード4107。同社はペロブスカイト太陽電池の素材であるヨウ素を生産しています。国内シェアは約 45%、世界シェアは約 15% の実績があり、今後、ペロブスカイト太陽電池を大量生産するためには、不可欠な存在と言えるでしょう。いかがでしたか？日本政府も2040年までに2000万キロワットの導入目標を掲げるなど、積極的に導入を推進しているペロブスカイト太陽電池は、まさにエネルギー革命の主役と言える技術です。この技術が普及すれば、電力不足に悩まされることのない、持続可能な社会が実現するかもしれませんね。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。
また次の動画でお会いしましょう。